歌詞をバーってはめていこうとするとやっぱどうしても合わせるっていうことはやっぱどうしても前提になっちゃうから、まず全然ハマってなくてもいいから言葉をバーって書き出したりするので、どんなことを言いたいんだろうみたいな、自分の中ではここからこういう流れの中でとか頭の中ではこれを伝えたくてって一生懸命書いてるんだけど、やっぱそれを誰かに説明してもやっぱ伝わらなかったりするんだよね。だけどそれでいいの、それを説明されて、あ、なるほどね、じゃあこれがこうなってるからちょっと伝わりづらいかもとか、俺はこの言葉がちょっと分からなかった、じゃあこれうちに変えよう。で人に届けていく時にさ、やっぱこうよりたくさんの人に届けたいじゃん。だから自分の中での正解じゃなくてみんなの正解っていうのを一個作った上で、そこの言葉一つにやっぱり自分の魂を込めるってことが大事だから、だから一行も無駄にはしちゃいけないんだよね、どこ使われるか分かんないのもそうだし、どこで人に刺さるか分かんないから。なんでサイレントなのかっていうのはすごいこの曲の肝だなっていうのはずっと感じていて、なんかやっぱそこを言うのがすごくハードルが高い。で、なんでサイレントの反対って何、ピアちゃん何、サイレントオープンディスコなんでサイレントなのっていう、なんでこう普通のディスコじゃないのっていう。サイレントの反対、多分もともとはその誕生日パーティーでやるなんかイベントだから、なんかお母さんたちがそういうオーガナイズして、やっぱりこううるさいからサイレントになったの。なるほどね。メンバーとかにも言われるんですけど、センスいいねって言われるんですけど、センスがあることが特技でちょっとおかしいと思うんですけど、こう自分のバックグラウンドに対して結構自分のなんかアイデンティティだと思っているので、やっぱりオーストラリアってこう夜空とかも綺麗だし、夕焼けサンセットが綺麗なので、日本でなかなか見れないこういう色合い、なんかオレンジとか紫とかピンクとか全部混ざってて、それが結構ずっと記憶に残ってる景色っていうか。例えばそのサイレントっていう言葉で何の意味が込められているのかなっていうのとかをこう考えてみる。ヘッドホンしながら帰ってる人っていっぱいいるじゃないですか。一人でこう聞きながら自分に浸りながらとか、自分で一人の世界で帰ってる感じ。それを心の描写、どういう感情の時にそうなるのかっていうふうに、もちろんそれは現象としてはもちろんあるからそうなんだけど、それを聞かせたくないのか、その聞かせたいのかってあるじゃん。だから一人で聴いてる曲も私も聴いてて、それでつながってるみたいな気持ちがあるかなと思って。いけた。大きい音で大きな声で本当にみんなに伝えたいことがあるんだけど、でも実は言えないことがあって、本当のことを言える君に出会えるのをうちに秘めて私は楽しんでいるのかっていうふうにしたいわけじゃん。だからサイレントディスコ、ここはこういう場所、サイレントディスコ本当は言いたいんだけどっていうことを言えばサビになっていくわけじゃん。でこの中で一番重要なことで一番エッチな言葉を、もうこれだとまだ歌詞にならないから本当にこれをはめていく。自分だけが僕使ったらサビと一緒。僕だけ。サビ僕ないよ。僕がいいから。1週間はもう長いんですかね。別に。いいと思います。めっちゃ素敵。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃんみんな。すいっぱいやったけどね。いっぱい出して。でも多分もう今頭の中でみんなめっちゃいろんなことやったから、多分次 AB 書くときに多分今みたいにあのアイデアがあるなとか、ああいう感じになるなってなるから。じゃあ一回ちょっと話し合いながら進めてみて、一回やるだけやってみて、歌詞のイメージが7人とか、それからその自分の周りにいる人がいいんだけど、
やっぱりなんだろう、みんなが一番アーティストとして前に立って歌う曲になるから、みんなが一番納得するのがいいと思うんですね。で歌ってる時に、あの時こうだったなとか、こうなんだろう、自分が歌って納得できる、なんかそれぞれのメンバーがみんな納得できる言葉がいいから、その今結構出してくれたその自分の言葉みたいなのを結構なんか入れていきたいなっていうのはあるかな。やっぱりお花って水とか太陽とかで育っていくから、その太陽みたいな言葉で育ってあったよね、私たちとか。愛してるっていう言葉が私にとってすごく特別な言葉だから、ちょっと入れたいなって個人的に思ったよ。涙とかそのさえもこう成長させるこう糧になったりとか。なんかみんなは書くときにどうやって書いてるの？伝えたいことをその別に歌詞に合わせずにガーって書いて、それをこうピースでこうガッてします。どっちかっていうとストーリーを決めてやりたいタイプで、フックとかのそのストーリーを決めちゃって、そこからじゃあ A メロどういう風に当てはめてったらフックにつながるかなとかっていう風になんか一番伝えたいことが一番印象に残したいワードじゃないけど、なんかそういうのがあれば。未来でみんなと見る景色はきっと綺麗だろうな、光ってるだろうなっていう。この曲自体をなんか迷った時とか辛い時のなんか支えになる、指針になるっていうか、なんか思い出したいことを書いときたいなって思ってて、自分だったらやっぱりこうあんま気づけないことだったりとかを気づかせてくれるような人たちに巡り会えたことにすごくなんか嬉しさだったりあったかさを感じて、そういう仲間がやっと見つかったっていうふうには思います。いいですね。はい。やっと見つかったよ、この話。やっと見つかった。やっと見つかったっていうよね、なんかワードとして。でもやっぱりこうせっかくさ歌詞とか作曲作りとかにも参加している人たちだから、なんだろう、自分たちの個性というか、これがなんだろう、自分たちですみたいな、それをやっぱり言葉で説明できたりとか、やっぱり世界に向けて発信するときにやっぱりね、英語ってめちゃくちゃ重要だと思う。結構みんなキャラクター性とかも見てるからさ、その見てる人たち、オーディエンスの人たちは。でもやっぱりこうせっかくさ歌詞とか作曲作りとかにも参加している人たちだから、なんだろう、自分たちの個性というか、これがなんだろう、自分たちですみたいな、それをやっぱり言葉で説明できたりとかするのは結構ね、なんだろう、やっぱ大きいステージに立つ上では結構みんなラップの何言ってるかとか、どういう風貌で何をどういうジェスチャーしてるとか、そういう信念とか全部そこに出てくるから、インタビューとかの時もそうかもしれないし、だから意外とそういうこともできるといいかもしれないという余談でした。何でもございません。めっちゃ嬉しいです。はい。本当そうだよね。本当にそうだよね。こうどうやってなんだろう、自分の色をみたいなこう残しておくか。ただ歌が上手いだけだとさ、まあ多分何万人もいるからさ、なんか自分のキャラクターみたいなのを見つけてもらってみたいなっていう。なんか今日はいろいろなんか私が個人的に今までこの仕事をしてくる中で感じてきたことと、もう一つは、O21 っていうレーベルの理念としてこういうものを掲げていきたいですっていうことをまずちょっとお話ししたいなと思っていて、もう私の個人的なクリエイティブに対しての思いなんだけど、なんかそのクリエイティブを作る時の覚悟ってすごい、これをちょっと一個みんなに話しておかなきゃいけないなって思ったことがあって、曲が出る時とか、あと何か物を出す時、みんなのこう姿が外に出る時もそうだと思うんだけど、賛否両論は必ず来る。でこの賛否両論が、ね、来るっていうのはもう、なんだろう、なんかもうこのクリエイティブを作っていく上でも宿命だと思ってて。もう結構もうこれはもう逃れられないかもと思っているんだけど、その自分と同じ感性を持って自分が作ったものを良いと言ってくれって押し付けることは絶対に不可能だと思ってる。だから賛否両論が起こることはもう宿命だと思った方がいいと思っていて、
その0から1を作るっていう作業を担わせて、そこに対しての批判までをみんなに背負わせなきゃいけないかもしれないっていうことを分かっていてもしたかった理由っていうのがあるので、ただ一人の人間としての意見として捉えてもらえたらと思うんだけど、私はなんか今こうずっと仕事をしてくる中で、なんかこうトレンドの移り変わりがもう早すぎると思っていて、でこのトレンドの移り変わりの中にみんなの人生を巻き込まれたくないなと思うところがちょっと多くなってきてる。みんなの人生もそうだし、アーティストの人生もっと大きく言うと、なんかそこに対しての心がね痛くなるシーンがちょっと多すぎた。今まで見てきたものが多すぎて、ただ曲とコレオとビジュアルをこっちで作るんで、それを表現するだけにしてくださいってやったら、こちらが作ったもの、トレンドが終わった時にみんながそれしか表現する力がなかったら、その先どうなっちゃうんだろうってことをちょっと私が見出せなかったかな。だからその先を考えないといけないっていうところまでを私ができることかなって考えた時に、0から1を生み出すことができる強さを身につけてほしかった。批判が来るってことも分かってるんだけど、そこに巻き込んじゃうかもしれないんだけど、一緒に作るっていうことをこのレーベルの理念としてみんなにそこに所属してもらっています。でね、みんながこう自分たちが生み出したクリエイティブに対して批判を受けるっていうことが絶対にあるのよ。あると思う。でそれに対して傷つくこともあって、私もめっちゃ傷ついてきたの。もうなんでこんな言われ方しなきゃいけないのみたいな、もう命かけてやってんのにみたいなこともすっごいあるのよ。で傷ついていいと思う。もうそれで止められないから。なんだけどこれ一個覚えておいてくれたらいい。覚えておいてほしいのは、私は少なくともみんなが作ったものをいいと思ったから世の中に出すっていう判断をしたっていうことは覚えておいてほしくて、私もしたし、このチームも一緒にした。なのでそこに自信を私たちが持って、これだったら世の中に対して何かを伝えられるっていうことを自信を持って、言えるのでリリースしましたっていうことは一つあるわけじゃない。でこれがね、その100人中100人がいいと思うものを作れないとは思うけど、必ずみんなを選んだ人たちが、7人を選んだ人たちがこれはみんなの他の人たちのここに刺さるって思って送り出したってことは忘れないでほしくて、この一つの声が少なくともみんなにとって大きくて強いものであってほしいなっていうのはすごく思います。なのでそれだけはちょっとどこかのタイミングで伝えたかったので、ちょっとこういう場をせっかくいただけたのでちょっと伝えようかなと思った次第でした。これから作るクリエイティブはみんなに作ってもらってるじゃない今で、多分みんなもう分かってきてる気がするんだけど、7人全員に合うものを作らなきゃいけないっていうこの難しさよ。世の中にもし出たらもしかしたら分かるかもしれないんだけど、こっちの方が全然みんなの反応いいってことは、結果的に全然こっちの方が良かったんだみたいなところの反応を一回もらえたりとかすると、人とこうミックスしていく、感性をミックスして一つ作っていくってことがめっちゃ楽しくなってくるから、絶対こっちがいいと思ってても、ちょっと待って、もしかしたら本当にこっちの方がいいかもみたいな、この人こっちにめっちゃ自信あるってことはマジでこっちの方がいいのかみたいなとこの、多分この譲り合い、最初はもしかしたら譲り合いっていう風になっちゃうかもしれないけど、だんだんとそれがこう世の中に出て人の反応を見ていく中で、めっちゃ楽しいっていう風になってくるから、そこは安心してほしいし、個人的なそれって言い換えるとエゴにもなりかねないじゃない。でもそれをそのグループ全体として目指すビジョンが何なのかなっていうところに一回こう立ち返る機会が、そういうスイッチみたいなものを持っていると、多分そのプロジェクトのコンセプトとか、この7人にあったコンセプトって何だったっけっていうものを多分追求するっていうことが諦めずにできるようになるから、それはぜひこの01を生み出す上で忘れずにやってほしいなって思っています。でこれをもってO21の基本理念を作りました。これが基本理念1つ目
健康的に生きること。みんなを要はその健康に育ててこの場所に送り込んでくれた人たちの思いをその無限にしてまでこのチームが提示したいビジュアルってものがないってこと。こちらからこうしてくれって言いたいことがないっていうことなのね。それをみんなが目指すのはいいんだけど、そういうことも含めて必ず健康的にアーティスト活動を全うしましょうということを、これを一つ目の理念としておきたいなと思ってます。二つ目、これはね自分自身にも課してる課題です。なんだけど、マネジメントや周りの人を、大切に扱うこと、無限にしないこと、なんかそのおもんばかれないことが増えていくことの延長線上に人の善を無限にするっていう態度が生まれるっていうことを認識してほしいの。これがどこにでも誰にでも起こり得ることで、だってさ、自分は関係ないって絶対思うよ。自分そんな人間じゃないって思うじゃん。でも、ね、みんな最初はそう思ってるけど、でもこのおもんばかれないことが増えてることに気づけない人が多分結果的に周りの人に偉そうな態度をとっていって、もうちょっと鋭い言葉使うと多分勘違いしていくことになるから、偉そうな態度をとっていいことは一つもないっていうことは絶対に私たち絶対忘れちゃいけないので、3歳の子でも90歳のおばあちゃんでも絶対こうリスペクトしてて、信頼関係を絶対作りたくて、コミュニケーション取る時は絶対にもうリスペクトしか頭に入ってないです。でも結構お父さんの影響があってずっとなんか謙虚謙虚って言われてたので、やっぱりそういうなんか自分は偉いとかそういう考え方はしてないです。人を使おうという気を起こさないでほしい。ここに所属するアーティストとしての生き方というか生き様として見せていきたい姿をかな、私がこの2つを理念として持ちたいです。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。私もこれは本当に気をつけなきゃいけないことなので、一緒に気をつけよう。はい、はい。やっぱり感謝することって今ある幸せにすごく気づける大きな要因なのかなと思って、感謝したい欲求がすごく増えたお話だったなって思いました。純粋にありがとうございますっていう感謝とかができなかった時とかがあるけど、そういう自分にはもう戻りたくないから、とりあえず私は難しいことを考えずに諸突猛進感謝を伝えていこうかなって今日改めて思いました。そういうなんか感謝とか愛を音楽に込めて、それが多くの人に伝わるように、それこそ初心を忘れず、今日のお話を忘れずに頑張りたいなと思いました。表現者としてどれぐらい何を表現できるかっていうことをもっと深掘っていけたらいいなっていうふうにすごく思いました。健康と感謝を忘れないっていうのが本当に原点だなって今日改めて思ったし、自分の大切な人を悲しませたくないから、自分を奮い立たせるのもやっぱり大切な人のことを思い浮かべてたら結構振り立つなと思って、賛否両論あると心構えていくんだけど、それがあってもアリサさんたちがなんかいいと思ってくれたんだって思ったら、すごくなんか自信になる気がするし、なんか本当思ったよ、ね、それは結構来たよね、あれはなんか、ちゃんと愛も感謝も伝えて、なんか人間力を上げていきたいし、なんか誰かにちゃんと意味のある人間になりたいし、なんかみんなと一緒にいて
健やかだなって思える人になりたいし、なんか、感謝力を身につけていきたいっていうのが一番かな。ありのままの自分でいるとか、自分らしさとか、自分でいていいよみたいな、そういう気持ちを伝えたくて、特になんか日本だったら自分らしく生きていくことに対して苦しんでる人とかが多いと思うんですけど、まあ世界中一緒だと思うんですけど、特に日本だと思ってて、もしその曲で自分らしくいてもいいよみたいなメッセージをちゃんと伝えて、インスピレーションになって、本当になんか自分らしく生きていけることができたら、もうそれが多分もう人生のミッションコンプリートだと思います。私を愛してくれてる人とか応援してくれてる人たちを悲しい気持ちにしたくないから、これからもっと感謝の気持ちを優先にして、自分をもっと大切にしたら、きっと周りの人たちを大切にすることができるかなと思いました。